皆さんこんにちは。パン作り研究家の直樹パンです。腸内の善玉菌を増やすと言われるオリゴ糖、これパン作りで使えるのか気になりませんか？酵母菌は初糖や麦芽糖は自身の酵素で分解して発酵に必要な餌として活用できますが、脱脂粉乳に含まれている乳糖は分解できないため発酵の餌にはなりません。というのはご存知の方も多いでしょう。そう、同じ糖分であっても種類によっては酵母菌の餌にならないのです。今回は上白糖とオリゴ糖でそれぞれパンを作り比べて、オリゴ糖は餌になりうるのか、どんな違いが現れるのか、実験を通して解説します。それではどうぞ。今回実験で使用したこちらのオリゴ糖、蜂蜜より少し緩めの液状で糖分は 75% となっています。上白糖と同じ使用量だと糖分が少なくなってしまうので、事前に計算して上白糖生地、オリゴ糖生地どちらも同じ糖分量に調整します。その上でオリゴ糖には水分が 25% 含まれているので、仕込み水の分量もその水分量だけ差し引きます。これで糖分量、水分量ともに同じ配合になったので、違いは糖分の種類や性質のみとなります。早速生地感を確認していきましょう。まずは基準となる上白糖生地から見ていきます。油脂入れ前に5分こねて、油脂入れ後に再度4分。混ぜ合わせ時間を除けば実質合計9分間の手ごねで、こんな感じに生地を伸ばすと指紋が透けて見える膜ができるようになりました。次にオリゴ糖生地を作っていきます。こちらも油脂入れ前5分と油脂入れ後再度4分のこねで、ほぼ同じこね具合になりました。生地感もさほど変わらないように感じます。今回の配合においては、たとえ砂糖をオリゴ糖に変えたとしても、糖分量と水分量の計算を正しく行えば生地作りには支障はないということが分かりました。それでは肝心な発酵はどうなるでしょう。まずは一次発酵の様子から見ていきましょう。左が上白糖生地の60分後、右がオリゴ糖生地の60分後、どちらも膨らみ具合に大きな差はないように見えますね。これだけ見ると、じゃあオリゴ糖で作っても遜色なく作れるんだと思ってしまいそうですが、続いてこちらをご覧ください。上白糖生地は32度で70分発酵させた結果ですが、オリゴ糖生地はこれでも30分延長して100分発酵させた結果です。ここに来て明らかに発酵速度に差が出たのが分かります。なぜ一次発酵では遜色なく進んだのに最終発酵では差が出たのでしょうか。原因として考えられるのは、やはりオリゴ糖は酵母菌の発酵では使えないということ。それだと一次発酵で膨らまないはずじゃん。そう思いましたか？小麦粉には微量ながら元から糖分が含まれています。一次発酵ではその糖分が消費されたからどちらも差がなく発酵できた。このように考えられます。ですが微量なので工程の後半で糖分が切れてしまい、最終発酵では使える糖分が不足してしまったわけです。ちなみに今回使ったオリゴ糖ですが、これに含まれる糖質の約 50% がイソマルトオリゴとのことです。残りの 50% は何って感じですが、実はオリゴ糖ってブドウ糖や果糖などの単糖類が2個以上連結しているものを指す言葉で、初糖や麦芽糖といった2糖類も厳密にはオリゴ糖の一種と言えます。ちなみにイソマルトオリゴはでんぷん由来の糖分であり、ブドウ糖が3から7個結合したものです。なので残りの 50% に含まれる2糖類は麦芽糖でしょう。だから一応パン作りにも使えるとは書いてあります。ですが今回のレシピは糖分 5% 配合ですから、このオリゴ糖で作った生地には発酵で使える2糖類が多くて 2.5% 分しか含まれていないということになります。もっと少ないかもしれない。だから結局最後に糖分不足になったのでしょう。では次に肝心な焼き上がりについて。左が上白糖生地で右がオリゴ糖生地です。オリゴ糖生地は発酵時間を延長してたびたび様子を見ても明らかに発酵速度が失速してそれ以上膨らむ気配が見られなかったため、同じ膨らみ具合まで待たずに焼いた結果です。発酵が不足していたことで焼き上がりのボリュームも小さいですね。ですが焼き色は若干濃いです。発酵で使えなかったオリゴ糖ですが、焼成で焼き色を生成する化学反応メイラード反応の材料にはなるようです。メイラード反応は糖とアミノ酸が結合して褐色物質と香り成分を生成する作用です。
生地の中に残留していた糖分の量そのものはオリゴ糖生地の方が少し多いようですね。では味の違いはどうでしょう。オリゴ糖生地の方が焼き色が少し濃かったことから糖の残存は多いと予測しましたが、味は上白糖生地の方が甘さを強く感じます。オリゴ糖生地は甘さが弱いです。それもそのはず、イソマルトオリゴは甘味度が低く初糖の40から 50% ほどだからです。甘さ控えめにできて腸内環境にもいい影響がある。このようにプラスに考えられるならいいのですが、味は変えたくないから使用量を増やしたい、そう思われる方もいるでしょう。なので試しにもっと糖分量の多い配合で比較してみました。すると驚きの結果が得られました。生地感や焼き上がりはどのようになるのか早速見ていきましょう。試したのは糖分 20% 配合の生地です。先ほどの 5% 配合ではミキシング中の違いはあまり感じられませんでしたが、今回は明らかにオリゴ糖生地の方がベタつきが強く、生地の完成に時間がかかりました。完成した生地も緩いです。そして焼き上がりのボリュームもご覧の通り、オリゴ糖生地の方は明らかに膨らみが劣っています。原理はまだよく分かっていないのですが、とにかくオリゴ糖でパンを作ると上白糖よりもグルテン形成が阻害されるようです。あんパンやメロンパンなど菓子パン生地を作る際にはオリゴ糖のみで多糖配合するのはちょっと考え直した方がいいかもしれませんね。しかし発酵の持続力に関してはこれだけ高配合ならオリゴ糖生地も問題ありませんでした。味の違いについては面白い結果が得られました。オリゴ糖生地の方が甘みが強く感じられたというか、優しい甘みが多く残っている印象で、上白糖生地の方は甘さの質は舌に主張する強めの甘みだけど、その量自体は比較すると少なかった、そのように感じました。なかなか奥が深いですね。最後にオリゴ糖でパンを作る際のポイントについてまとめます。まずオリゴ糖のみで作る場合、糖分 5% 配合だと生地感は遜色ないけど発酵の持続力に問題がある。なので上白糖も少し併用する方がいいでしょう。逆に糖分 20% 配合だと持続力の問題はクリアできても生地の骨格が弱まりパンのボリュームも小さくなる。フォカッチャやピザのようにふんわり感や大きさは重要ではないパンの場合はそれを気にする必要もありませんが、普通のパンならやはりこちらも上白糖を併用してオリゴ糖単体にならないよう使った方がいいパンが作りやすいでしょう。意外にも奥が深くて面白いオリゴ糖、ぜひ皆さんも一度試してみてください。今回の動画は以上になります。今後もパン作り上達に役立つコツや知識を皆さんに分かりやすく解説していくので、高評価とチャンネル登録で応援お願いします。最後までご視聴ありがとうございます。それじゃあバイバイ。